波切りってさ、やっぱ伝説の彫り物だからさ、作品とかアートが、を見て衝撃受けて、彫り物の大パーツみたいな美しさとか全部捨てる。昨日京都波切り提灯なんで、ちょっとお聞きしたいんですけど、やっぱりもう和彫りの中では定番のモチーフですね。伝統の彫り物の中では定番って感じかな。やっぱ伝統ということですね。伝統、特にその江戸の彫り物って言われてる中ではかなり、人気の定番作品。なんか二重彫りのところでちょっと聞いてみたいことあるんですけど、水紋破りとかだとまた違ったこの前の伊藤さんとか水紋はね、やっぱボタンかヘビかヘビとか、また今度波切りになると、先生だとか山本さんも龍かボタンかみたいなボタンバージョンも一応ありますね。なんで違うんですかねって、同じ人物で。単純にその二重彫りにその決まりがないから、なるほど。人物たちのこうじゃなきゃいけない、ああじゃなきゃいけないってのはないんだけど、要は別にこれにヘビ入れてもいいわけ。ただなんかイメージとしてやっぱ昔の彫り師たちが、波切りは龍かボタンかみたいなのを作ってて、あんまそれ以外見たことないっていうかね。どっちかの方がなんか自分の頭の中のイメージに近いかなって感じ。でもその同じ人物でもそのバリエーションがあるっていうのは面白いところですよね。型にはまって。やっぱり昨日の波切ると実際形が全然違うんだよね。やっぱり腰の長さとか横幅とか、なるほどなるほど。やっぱそういうので、あと元にする資料とかでも本当に全然形の変わった波切りに呼ばれる。でももうかっこいいからしかないですね。やっぱかっこいいからですよね。先生の背中とか見て、堀弘先生の背中見てとか、堀弘先生のこうまず作品とかアートが、を見て衝撃受けて、で、そこからなんかちょっと古いこう入れ墨の資料とかをこういろいろと見るようになって、そこでちょっと気に入った図柄を、なるほどですね。過去の遡っていってっていうところですかね。あれはね、やっぱその堀文さんの背中の彫り物を近づけてほしい、あれに似せてほしいって言われて、依頼を受けて、だから波切りってさ、やっぱ伝説の彫り物だからさ、どんな人でもやっぱ一回は見たことあるんじゃないかなってぐらいのやっぱ有名な作品だよね。なんか、すごいメディアにもたくさん出てて、長い時間、今の人はよく分かんない人もいるかもしれないけど、やっぱ一昔前彫り物を知らない人っていないぐらい、やっぱ波切りってすごい有名で、特にあれに近づけてほしいっていう感じ。やっぱ波切りとか水紋とか金太郎はこれからもやっぱいっぱい彫るんだろうなと思う。そうですよね。この3つだけはもう本当にとにかく人気だね。あと1匹いる、この4つ。1匹いる。この4つはとにかく多いと思う。定番で。特に俺は多いね、この3つは。やっぱりその堀師さんについてるイメージもあるでしょうかね。そうだね。これでなんかやっぱ人物が多いから、そういうイメージがついちゃってるんだよね、なんか山本さん的になんかイメージとかあります？先生に対するイメージですか？どんなイメージか。でもイメージといえばこの先生のこうカラーというか、スタイルがイメージですね。何の絵というよりはこのそうね、このスタイルでやっぱりこの額の塗り方で彫り師って本当あるからね。同じ題材、同じ資料を見ても彫り師によって額が塗り方違うから、特に極限まで黒くって感じかな。
スボカシも極限までなくして、あけぼのも極限までなくして、とにかく黒い面積をどれだけ増やすか、それが俺のホリの見せ場というかね。スボカシが多ければ多いほど、なんだろうね、その力強さっていうのがどんどんなくなっていく、美しさの方に変わっていくから、綺麗なあけぼの、綺麗なね、そういうのはグラデーションみたいな、すごい見てもすごい綺麗だと、綺麗だなって、こんなすごいの、ね、よくできるかなと思うんだけど、美しさは上がるけど力強さは失われていくような気がするから、どっちを取るかなんだけど、そういうことですね。俺はもう美しさだ全部捨てる全部捨てた力強さだけを追求してる、あとはいらない。なんか山本さんもそういうなんですか、伝統の部分とか、黒、力強いところとか。いやでもね、その時は全くこう知らなくて、その伝統の彫り物とかを、とにかく衝撃を受けてこう調べていって自分なりにこう俺の追求した、大胆なところがダイレクトにこうガツンときちゃった感じなんだね。だからなるほど。マシンにはない、なんか見たこともないような衝撃みたいな、これは何なのって、なんか手彫りでしかこれは表現できないとか、いろんなこうクエスチョンが生まれるお客さんの中で、なんか明らかに自分が彫ってるマシンの作品と俺がやってる手彫りでは何かが違う。ただそれが何かは最初は分かんないんだけど、途中から分かってくるんだけど、何かは分かんないんだけど、なんかすごい、そこからやっぱりみんなそこからのめり込んでくるんだよね。それが一体何なのか。なるほどですね。ネットで古い写真が出てきます。こういう感じの雰囲気とか、なんかこれに似てる、この時代のものに似てるとか、なってくると何かこう分かってくるというかね。だから江戸の彫り物ってその昔のそういう堀尾さんの系列の彫り物ってもう要は途絶えちゃってるんだよね。昔の浮世絵の歌川派が途絶えちゃったのと一緒で、そういう江戸の彫り物っていうのも途絶えてて、2,3年ぐらい前に堀清さんっていう彫り師さんが亡くなって、それで完全に消滅したかなって感じなんだけど。そうだったんですね。だから要は彫り方が誰も分かんないんだよ結局。どうやって彫ったかとか、もう見た人はね、お客さん3代目堀尾さんとか見た人はいるんだろうけど、でも基本的にこうどうやって針を組んで、何の針を使って何の墨を使ってどうやって彫ったかっていうのはもう正直もう分かんない。ましてやその初代の頃の彫り方なんて到底誰も分かんない。でもあれが本来のその江戸の彫り物だから、彫り方を彫ってる人ってそのね、波切りが初代のものだから、あれを彫ってしてもやっぱり写真でしか分かんないわけよ。写真とか下絵とかでしかヒントが残ってなくて、それをどう再現するかっていうのはやっぱり、模写がある程度できてないと、当然できないんだけど、音楽でいうとその絶対音感ってあると思うんだけど、だからあれってほら耳コピーできるわけじゃん。この歌は何の音でって大体それを耳コピーで再現できるわけ。一回聞いたもんね。で彫り物でいうと模写なんだよね。それが模写がやっぱりその音楽で絶対音感みたいな感じで、子供の頃からそういう漫画とかそういうね好きで真似して描いてるような子たちは、俺もそうなんだけど、ドラゴンボールの悟空を真似して描くわけじゃん。それをやってるうちにこうなんか模写が上手になるんだよね。こっちにある絵をこっちに映せるようになって、音楽でいうとその耳コピーできるような感じになってくるんだけど、そういう感じで、できるだけそういう一度途絶えてしまったものを作る作業に入る。そのオーパーツみたいな、今の現代よりも過去の方がやっぱすごい技術があって、それをどうやって再現するかもできないみたいな、織物のオーパーツみたいな。要は写真としては残ってるけれども、どういうふうに作られたかわからない。それを想像で作るしかないということですね。そういう、世界。俺が今やってるのは特にね。
この足の生首はこれいつ頃？そうだね、これ一回撮ったんだよね、最初に背中行く前に。その時から背中行きたいなと思ってたんですけど、はい、背中に何を入れるかっていうところまでは決まってなくて、とりあえずなんか気に入った絵を手彫りで入れてもらいたいっていう気持ちがあって。なるほどですね、はい、じゃあ初めての手彫りはここだったってことですね。そうです、はい、どうでした、感覚的に何か違いとかありました？初めて経験した時の。初めて経験した時はなんか機械より痛くないなっていうのが第一印象だったんですけど、でも足っていう部位も初めてだったんで比較はできないんですけど。確かにそうですよね。昔江戸時代にあったものってそれより上に行ってるものってないと思う。必ずやっぱ代ごとにこう伝言ゲームじゃないけどなんかこう失われていくんだよ、大事なものが。なんか代が、変われば変わるほどやっぱりね、原型のものと全然違うものになってるから、だから相当な目がないと、真似できない。真似ってやっぱりね、簡単に真似できないね。本当にすごいものってね、やっぱり大したことないものってすぐ真似できるんだよ、簡単に。ただ本当にすごいものってやっぱりね、真似できない。それなりの目が必要。その彫師がどれだけの目持ってるかだね、やっぱね。目ですね。目だね。でももうほんまにもうこう出ない部分に関しては全部やってくれる。やりたいです。はい。なるほど。みんな結構お客さん送信彫り目指してる人多いかな。なんか。結局俺が送信入ってるからってのもあるんだけど。そうですね。その彫師が何入ってるかでかなりお客さんも左右されるような気がするよね。多分俺が胸割り七分だったら多分お客さんもみんな胸割り七分とかなるんだけど、俺が送信彫り入ってるとやっぱりお客さんも送信彫りみたいな、本当にそれはなくもないと思う。結構彫師さん選ぶときってその人に対する憧れみたいな、そういうのもあるからね、絶対ありますもんね。ちなみに、今回の依頼で、一番苦労した点とかありますか？何かが一つ難しいっていうのは特にはないんだけど、要は似てるか似てないかって、そういうことです。顔が似てるか似てないかみたいな。顔ですね。そこだよね、やっぱ彫り物って顔が一番大事だから。やっぱ表情ってありますもん。表情を例えば彫り物でもさ、毎回顔が違うわけよ。当たり前だけど毎回同じに描けないわけよ、本人ですら。だから顔の表情ってね、運だよね。ちょっと1ミリ変わっただけでも表情変わっちゃうような世界だから、いかに顔をかっこよく似せれるかってところが決め手やね、やっぱね。だからね、2つ合わせると別に似てないんだけど、ただ単品だけで見えると似てるように見えるから、それはそれでありかなって。そこまで細かく見て描いてもない。なんとなく見ては描くんだけど、やっぱりそのコピペとはちょっとやっぱね、違う世界だから。そうですよね。だって本人が描いても絶対違うのになるわけだからさ。全く同じものは作れない。本人ですら作れないわけだから。俺がやったらなおさら作れないわけだから。それを100年後の先生がたった1枚の1枚じゃないですか、写真を見て再現する。ただその江戸の彫り物にはかなり近いんじゃないかなと思う。その雰囲気とか。そうです。やる工程はもしかしたら違うかもしれないけど、仕上がった作品だけでいうとかなりのそのかなり近いところまで蘇してるんじゃないかなと思うね。なるほどですね。見切り長順完成です。今回その見切り長順は全力をかけて、もちろん常にいつも全力ですけども、いい作品になったんじゃないかなと思うよね。なるほどですね。なるほどな。ゴールデンウィークが忙しいって感じか。逆に言うと、そうです。出かけない一人でお金余裕ある人たちは休みに掘りたいみたいな。そうです。僕がやっ
ってることとかやり続けたいこともやっぱりこうでかい作品がやっぱり目標なんで、メテボリに挑戦しようと思ったきっかけって何だったですか？きっかけ